はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。最近超長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載したポータブル電源増えてきたんですけど、これ実は一つ弱点があるんですね。そう、三元系と比較して若干重いんです。ただそんな中、リン酸鉄なのに 100W 時あたりの重量が 1kg を切るっていう軽量モデル、そんなものがあるということですので、今回もいろいろ使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形や騒音なんかもいろいろ測定してみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。しかもこいつ値段も他と比べるとかなり安いんですけど、実際性能の方はどうなんでしょうかね。で、今回測定してみるのがこれ ADKL 社製ポータブル電源 N1200 っていうやつですね。で、スペックはと言いますと、容量が 1280W 時、定格出力が 1200W、 最大瞬間出力が 2400W、バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオン、重放電サイクルは約2000回以上、ソーラー DC 入力ですね、これが 180W で、サイズが 290×300×195mm で、重量が約 12kg っていう風になってます。で、パッと目につくのはやっぱりリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載した超長寿命、重放電サイクル2000回以上っていうとこなんですけども、それよりもすごいのが重量なんですね。で、計算すると 100W 時あたりの重量が約 0.93kg っていうことで 1kg 切ってるんですね。これ下手な三元系よりも全然軽い重量になります。ただこういうの中身が詰まってない可能性もありますので、後でしっかり実験してみますかね。はい、何はともあれ中身出してみますかね。はい、中身出すとこんな感じですね。で、まず入っていたのが AC アダプター、出力は 180W ですが結構ごついですね。で、これはシガーソケットから充電するためのコード、そしてこれは DC の変換ケーブル、それからサポート内容が書いてあるカード、最後に取扱説明書で、これ中身すべて日本語で書かれているので迷うことなく使えるかと思います。で、もしかしたら取説全ページ気になる方いらっしゃるかもしれないので、ゆっくりめくっていきます。じゃあ早速本体見ていきますかね。まず正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、その右に電源ボタンがあります。左の数字がバッテリーの残量で、真ん中今消えてますけども入力電力、右が AC の出力、下が DC の出力っていう風になってます。で、左側に行くと USB のタイプ A とタイプ C が2つずつついてます。それからその下に AC100V が3口ついていて、でその右に DC12V 系の出力がついてます。で、さらにその上が充電用の DC ポートですね。で、その上のボタンを押すと、真ん中のライトが光ります。ボタンを押すたびに点灯、点滅、SOS 点滅で
最後に赤と黄色のダブルフラッシュ、それから最後に消灯っていう順番で切り替わっていきます。ちなみにボタンを長押しすることでちょっと明るさを調整する調光をすることもできます。で、側面を見てみると、はい、上側に吸気口があるだけです。で、裏側は、はい、見事に何もなくてすっきりしたデザインとなってますね。で、逆サイドの側面は、はい、こちらも上側に排気口があるだけで何もないですね。で、上側に行くと、はい、持ち手がついていて、これ本体と一体構造なので結構がっちりしていてしっかり持てそうですね。はい、では早速何がどれだけ動くのかいろいろつないで試してみたいと思います。まずは USB 関係、ここにつながるだけ線をつないでいきます。まずつないでみるのはこのスマホですね。それから10インチくらいのタブレット、それから首振り機能付き小型扇風機、それから卓上のコンパクトな加湿器。 USB 関係はこの4台が今同時に給電されている感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと、はい、約 25W。 当たり前ですけどまだまだ全然余裕ですね。はい、次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれポータブル冷蔵庫です。いろいろ他の実験にも使ってますけども、マイナス20度まで下げることできます。これを DC の差し口に差し込んで、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。じゃあ冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと、約 54W。 まだ余裕です。次は寒い時役に立つ電気毛布ですね。これをのれん分けコネクターに接続して電源を入れると、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットになったかと言いますと、はい、約 78W。 次は AC100V 系なんですけども、使う機器はこれポータブルスポットクーラーの感激くんです。で、これコンプレッサー積んでる機器は結構動かせないポータブル電源多いんですけど、果たしてこれは動かせるかなと。では電源を入れてみます。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。ちゃんと動いてるみたいです。じゃあこの時の消費電力はと言いますと、はい、 AC/DC の合計で約 170W。 まだ余裕ありそうですね。次に使うのはこれ超小型のセラミックファンヒーターです。ではこいつを弱の方にセットして、でこの時の消費電力はと言いますと、はい、合計で約 950W。 まだいけますね。次につなぐのはこれカーボンヒーターです。でこれかなり省電力なモデルですけど 200W、400W を切り替えて使えるようになってます。ではこれをまずは 200W で駆動しています。はい、ついてるの分かりにくいですけども、この時の消費電力はと言いますと、はい、合計で約 1070W。 まだいけそうなので次は 400W に切り替えて駆動しています。でこの時の消費電力はと言いますと、はい、合計で約 1310W。 若干オーバーしてる気もしますけども、ここら辺が潮時って感じですかね。はい、というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからスポットクーラーの感激くん、そして弱駆動しているセラミックファンヒーター、それから 400W 駆動のカーボンヒーター、そして USB 機器がスマホと小型扇風機とタブレットと卓上加湿器。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせています。こんなに同時に使うことそんなないんですけども、これだけ同時に動かせれば何があっても安心って感じですね。次は騒音測定してみたいと思います。今ほぼフルパワーの 1200W で動いてるんですけども、
この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと、はい、約51デシベル。エアコンの室外機や静かな事務所の中と同じ音量レベルですね。ちなみに何もない時の部屋の暗騒音は約39デシベルでした。はい、次はですね、100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、オシロスコープですね。で、電気の波形は大きく分けると制限波、疑似制限波、区形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と区形波はなんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい。で、今何してるのかと言いますと、作成した専用の端子台からプローブで電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。で、どうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。これだけ綺麗な波形が出ていれば大概のものは問題なく使うことできますね。下に出ている60っていう数字が周波数なので、これぴったり 60Hz で動いてるって感じですね。で、こいつ周波数を切り替えることができます。で、切り替え方法は超簡単。 AC のスイッチを長押しするだけですね。はい、表示画面が切り替わって、オシロスコープの波形の方も切り替わってますね。で、右下の方の数字、はい、ここもちゃんと50って変わってるので、きちんと 50Hz が出力されてるっていうことが分かりますね。はい、じゃあ次は AC100V 出力から本当は何ボルトの電圧が出てるのかっていうのを調べてみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。じゃあこれを挿して測ってみますと 111.1V。 電気製品は大概プラマイ 10% くらいのマージンがあるはずなので、大概のものは普通に使えると思います。ただ電圧にうるさい機器なんかを使うときは注意が必要かもしれないですね。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で、使うのはこれ、電力量計です。で、電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、電圧は 13V くらいで約 40W を消費しています。では時間を置いて見ていくんですけども、経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにして、さらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。はい、結構時間経ったんですけども、どうなってるのかと言いますと、冷蔵庫は停止して本体も 0% になってますね。で、最終的に何ワット時伝えたのかと言いますと 1116 ワット時使えたってことになってます。あれ、スペックの1280ワット時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。
では実際何%使えたのかと言いますと、計算すると約 87% 使えたってことになります。で世の中80から 90% っていう製品が多いので 87% はそこそこな数値かと思います。じゃあ次は充電時間の測定やってみたいと思います。で使うのはこれ AC アダプターです。で電力量計を間に挟んで消費電力も見ていきます。ではコンセントを接続しますと、電気がついて充電が始まりましたね。それでは今の充電電力は何ワットかと言いますと、約184ワット。そういえばこいつ実は USB Type-C のところにも接続してダブル充電することができます。というわけでこっちにも電源をつないでみますかね。で追加した後の充電電力はと言いますと、約237ワットというわけで50ワットぐらい上乗せされた感じですかね。それでは時間を置いて見ていきましょう。ちなみに充電している時なんですけども、私の環境だとファンは止まっていて無音です。そして AC アダプター何度ぐらいになっているのか見てみますと、約33度。 AC アダプター結構充電中に50度とか60度とかめちゃくちゃ熱くなるやつ多いんですけど、30度台だと周りに置くもの気を使わなくていい感じですね。では続けて見ていきましょう。充電完了して表示が 100% になってますね。では充電が完了して 100% になった時の経過時間はと言いますと、7時間24分で充電完了したって感じですね。ダブル充電で時間を短縮できるっていうのはいいですね。ちなみに充電に使った電力量は 1.48kW 時イコール 1480W 時でした。次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で電力測定するのはこの 100V 用の電力量計です。で電力を消費する機器はこれ、さっきも使った小型のカーボンヒーターです。ではこれを接続して 200W で稼働します。ではこの時何ワット消費しているのかと言いますと、どちらも約 238W で稼働してるって感じですね。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。約4時間半以上経ったんですけども、ヒーターが消えて本体の表示も消えています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、1.13kW 時イコール 1130W 時使えたってことになってますね。さっき 12V 使った時より多いじゃんって思った方いらっしゃるかと思うんですけども、バッテリーの電圧が 12.8V で組まれていない場合、12V 生成時にも変換ロスが発生するため、12V 系のロスが大きくて 100V 系のロスが小さいとこういう結果になります。でこいつの 12V 系からの変換効率はどのくらいかと言いますと、約 101% です。で世の中80から 90% っていう製品が多いんで 101% はぶっ飛んだ数値ですね。ちなみにスペックから直接 100V で何%使えたのか計算してみますと 88% 使えたっていう結果になってますね。というわけでいろいろ見てきたんですけども、こいつかなりハイレベルなところでバランスいいですね。高速充電とかスマホ対応とかそういうオプション的な機能はついてないんですけど、
実用量と変換効率の数値がかなりいい。それなのに軽量でコンパクト。さらにリン酸鉄なので長寿命&長期保管にも有利。なおかつ値段も安い。というわけで基本性能はしっかりしているけど軽量コンパクトで超長寿命&長期保管が可能な安いポータブル電源が欲しいっていう人、あとはとりあえず災害対策や何かの時のために手元に1台置いておきたいっていう人にはぴったりかもです。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますのでぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますのでよかったら覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。